どうも、キスケです。本日は、全リミテッドキャラ最強キャラランキングやっていこうと思います。で、一応ね、並び方によって、強さの強弱を一応決めてるつもりなんですが、ほんまにビビたる差やと思ってください。で、Z、S、A ランクの3段階評価になってます。で、最近のね、リミテッドキャラね、ほんまに強いんですよ。全部強いんですよね。その前回覚醒のキャラクターをぶっ壊れにするんじゃなくて、リミテッドのキャラクターをぶっ壊れにすることで、新規のガチャを回してもらおうっていう、運営の意図がね、痛いほど伝わってくるというか、最近のリミテッドキャラクターを見るとね。だから、一応、並び順で強さは変わってくるんやけど、ほんまに誤差だと、思ってください。うん。肝心なのは、Z、S、A、その3段階に分かれてるところだと思うので、あったかい目で見てもらえたらなと思います。それでは早速見ていきましょう。まず S ランクと A ランク一気に見ていきましょう。こちら。はい。少ない。少ないですね。こんなもんだと思います。Z ランクがちょっと多すぎるんですよね。強い、みんな。みんなが強いと思います。じゃあ A ランクから見ていきますか。で、見方とすれば左側が強いっていう感じかな。うん。大体わかりますよね。例えば A ランクで言うと、スーパーベジットよりベジットブルーの方が、ベジータブルーの方が強いっていう、そういう並び順で見てもらえたらなと思います。じゃあまず A ランク、ベジータブルーとスーパーベジット。さすがにね、もう全開覚醒を待ってるだけなんで、こんなもんだと思います。特に言うことはないかなっていう。早く全開覚醒来ればいいねっていう感じだと、個人的には思います。ただね、スーパーベジットが覚醒すれば、合体戦士の紫枠としてだいぶ活躍すると思うし、緑のベジータブルーが覚醒すれば、未来パーティーの緑枠にもなると思うし、ベジータ一家パーティーが結構強化されると思うし、わりかしね、A ランクのキャラクターを強化することに意味があると思うんですよね。うん、今の環境をさらに面白くしようとすれば。だからね、個人的には早く覚醒してほしいなとは思うんですけど、もうスーパーベジット一生来ないんじゃないかって、個人的には思いますね。多分次の覚醒こっちっすよ。一生言われてるけど、多分こっちだと思います。じゃあ S ランク。龍剣悟空、変身魔人ベジータ、覚醒5点、覚醒フリーザ、覚醒ビルスという形かな。こういう順ですね。はい。むずいんすよね。S ランクで優劣つけようとしても結構難しいとは思うんですけど、新しい覚醒キャラ5点と第一形態フリーザが入ってますね。うん。ただね、パーティー組む時とか、今のパーティーのランキングとかね、環境で強いパーティーとかを考えてみると、どうしてもね、使いどころがないというか、使いどころがないキャラクターが結構多いかなって思います。Z ランクより下はね。例えばさ、このビルスはさ、髪の毛パーティーのバドスを強化するために採用する人もいるけど、バトルメンバーで出していく人はほとんどいないじゃないですか。中にはいるとは思うけどね。ほとんどいないと思う。で、第一形態フリーザに関しても、バトルメンバーに出していくキャラクターではあるんやけど、悪の系譜であったりとか、フリーザ軍パーティーとかだと、ちょっとね、今の環境厳しい。うん。強いけどね。強いけど、やっぱ環境トップクラスのパーティーと比べると、どうしても片落ち感があるので、これぐらいなのかなと思います。強大な敵パーティーとのシナジーも特にないんでね。うん。こんなもんだと思います。で、5点。5点もビルスと大体理由は一緒。その今月サイヤ人パーティーとか、孫一族、スーパーサイヤ人パーティー、その辺の復活ご飯に全開アビリティを乗っけてあげる枠として採用はされるんやけど、やっぱりバトルメンバーとして出していくことはほとんどないと思うんですよね。なので、こんなもんかなと、思います。で、龍剣悟空4と変身魔人ベジータに関しては、
まあ、たまに使うと強いよね。うん。この2体に関しては。全然その一族パーティー、GT パーティーで戦っていけるパーティーじゃないわ。戦っていけるキャラクターやし、まあ、魔人ベジータに関しても、まあ、全然サイヤ人パーティーの青枠として採用してあげても、まあ、バカ野郎の覚醒アビリティとか乗っけてあげると今でも火力が出るし、範囲特殊もあるし、富士見向こうの必殺技もあるし、今でも強いよね。うん。全然今でも通用するリミテッドキャラクターだとは、思います。救出もあるしね。だからまあ S ランクのトップに君臨したのは、龍剣悟空4と。第2位が魔人ベジータっていう形かな。はい。ということで S ランクと A ランクでした。まあ、こんなもんでしょう。まあ順番決めるの結構むずいんやけど、もちろんその色も違うし、入るパーティーも違うから、結構悩んだんやけど、やっぱりパーティー全体の強さとか、色の需要、まあ、能力の需要とか考えると、まあこういう順位になってくるのかなと思います。じゃあ、Z ランク。一番上のランクですね。見ていきましょう。こちら。はい。こんな感じ。多いですよね。うん。非常に多いと思います。何体いるんだ ?10、15、17体いますね。めちゃくちゃ多い。ほんまにね、最近のリミテッドキャラは強いキャラクターばっかです。で、Z ランクにいるだけで、今の環境ではほんまに前線で戦っていけるキャラクターって考えてもらって大丈夫だと思います。ほんまにね、並べてはいるけど、まあ冒頭でも言った通りほんまに誤差なんで、一つの、まあ、キスケはこう思ってんだなってそんな感じで聞いてもらえたらなと思います。気になるところはやっぱベジータかな。大猿ベジータ。大猿ベジータに関してはね、強いんすよ。サイヤ人パーティーの赤枠はこいつで、まあ持ってるなら確定なんですけど、なんかね、他にね、サイヤ人の赤枠のぶっ壊れキャラクター来たら、まあ、すぐ席が変わっちゃうんじゃないかっていう、なんかそんな雰囲気が漂ってるんですよね。例えば、今めちゃくちゃ息が長いリミテッドキャラといえば、まあ、赤腕ご飯かな。赤腕ご飯の時みたいに、なんか衝撃がないんですよね。やばみたいな。語彙力なくしてるけど、なんかそういう感覚がないんですよ。あ、こいつは結構長生きしそうやなとか、そういう感覚がないんで、まあこんなもんじゃないですか、順位的には。まあそれでも強いんやけどね。今のサイヤ人パーティーの赤枠はこいつで確定なんで、やっぱり、必殺アーツのコスト短縮であったりとか、必殺アーツ打った後の、待機カウント半分になったりとか、範囲特殊よね、やっぱり。必殺アーツドローもできるし。まあその辺考えるとめちゃくちゃ強いんやけど。っていう感じ。なんか思ったより火力出ないんですよね。なんでなんやろ。その書いてある能力を見ると、やっぱり控えに戻してまた場に出す。それを3回繰り返すと、よだめ 60% アップですよね、確か。で、試合開始と同時に 80% アップあるんで、めちゃくちゃバフは乗ってるはずなんやけど、なんか思ったより火力が出ない。印象がある。俺の使い方が悪いだけかもしれないんですけど、でもまあ強いと思います。やっぱ、不死身と範囲特殊があるだけで、今の環境は需要があるんでそれだけで強いと思います。はい。じゃあまあ1位から見ていきますか。ざっと。まず第1位の復活ご飯。言うことなしですね。先ほど言った通り、こいつは不死身じゃなくて復活なんで、復活プラス範囲特殊。で、火力も高い。不死身向こうも持ってる。言うことなし。第1位です。で第2位の阪神崩壊ザマス。まあこいつも範囲特殊持ってるよね。で、復活とか不死身はないにしろ、不死身無効もあるし、手札破棄もあるし、気力奪うこともできるし、属性相性不利無効が特殊圧についてるし、落ちバフもあるよね、確か。まあ、ぶっ壊れですわ、今の環境。ほんまに。ガチで強いと思う。ほんまに対面してて怖いキャラクターだなと思います。これが Z ランクですね。第2位ですね。で、第3位。赤腕ご飯、まあ、いつまで強いんだと。まあでも言うてそんな長くないか。親子ご飯とかよりは。やっぱりコンボカットもできるし、射撃
射撃アーマーも持ってるし、射撃アーマー射撃カバチェンか。射撃カバチェンも持ってるし、で、何よりね、まあメインと必殺アーツについてる手札封印。これがね、地味にすごく強い。で、使いやすい特殊アーツとか、まあ、藤井向こうの究極アーツであったりとか、まあ、欲しいところがほんまに全部持ってる。泥速もあるし、弱いとこないっすよね。属性相性不利向こうも持ってるから、まあ、まだまだ活躍するんじゃないかなと思います。で、またなと親子とバカ野郎、こいつらはステータスの暴力プラス、ついてる能力がマジで強いっていう。うん。まあ、ほんまにこの時代に覚醒しなくてよかったなっていう、これほどぶっ壊れたキャラクターが今の全開覚醒から登場するとは思えないんで、まあいいもんもらったなっていう感じかな。泥速持ってるし、ラスワンやばいし、こっちもラスワンやばいよね。で、カウンター必殺も持ってるし、やっぱり攻めるのが怖くなっちゃうキャラクターなんですよね、この3体って。まあだから、Z ランクの上位に入ってるっていう感じかな。はい。で、キラベジ。キラベジはね、結構順位上げたかなと思います。前回のランキングから結構ポンポンポンと出世したキャラクターですね。今の環境ほんまに刺さるんすよね。ほんまに刺さる。気力奪うキャラクターもやっぱ多いじゃないですか。阪神崩壊ザマスとかさ、攻撃してるだけで気力奪ってくるし、で、何より赤腕ご飯とか、カバチェンで出されると手札破棄あるよね。ただ、そういうタイミングで、やっぱアーツドローしたりとか、気力を回復したりとか、まあ、振り属性向こうの必殺アーツとか、非常に強い能力が多い。で、使いやすい特殊アーツプラス、すごく長いバフ。30カウントやったっけな確か。まあ、持てるだけ持てるキャラクターっていう感じなんで、まあ、今の環境ほんまに強いと思います。で、体力回復量もすごく多いんで、言うことなし。で、魔人ブーもね、強いね。射撃アーツの火力も高いし、再生パーティーはこいつと覚醒ピッコロで持ってるんじゃないかっていうぐらい、まあ、火力が高いキャラクターですね。交代禁止じゃないわ。特殊カバチェンじゃないわ。何言ってんだ。泥速も持ってるし、バニシング回復速度もすごく高いし、まあ、こいつ一体でほんまに相手のパーティーを半壊させるレベルのパワーを持ってるんで、まあぶっ壊れですね。はい。で、ゴジータブルー。まあキラベジと比較されがちなんですけど、個人的にはやっぱ、その同じ凸で考えるとキラベジの方が優秀かなと、思います。使いやすいしね、シンプルに。ただ、ゴジータブルーの特殊アーツ、打撃カウンターが決まった時は、ほんまにもう環境トップ。リミテッドの中でも一番ぶっ壊れてんじゃないかっていうレベルの、パワーを発揮するんで、まあ特殊カウンターがしっかり決めれる人は、ゴジータブルーでも全然いいんじゃないかなと思います。で、カマロゼもね、極出血であったりとか、属性相性不利無効の必殺アーツであったりとか、15% やったかなで発動するドラゴンボール覇気とかね、すごく戦ってて嫌な、キャラクターだと思います。打撃カバチェンも持ってるし、常時藤井無効やから、今の環境に刺さってるっていうのも、やっぱり大きいよね。強いと思います。で、リミテッドピッコロ、まあちょっとね、スロースターターっていうのはあるんやけど、やっぱり試合中盤から後半にかけての爆発力、硬いしね、こいつ。そんなに硬いのにそんなに火力出んのっていうキャラクターなんで、ほんまに有利属性に必殺アーツポーンって当てちゃうと、ワンパンとかね。で、バニシング回復、変身時にあるし、ちょっと攻められたくないなーっていうタイミングは、変身後のメインで手札分けも使えるし、非常に強力な、キャラクターだと思います。で、フリーザもね、強いんよね。強い。まあ、何回も言うようやけど、一応並べてるけど、ほんまに誤差なんでね。全部強い、ここは。フリーザもね、やっぱドラゴンボール破棄安定して3回使えるっていうのと、射撃カバチェン、で、泥速、で、藤井無効ジョージアね。で、控えメンバーにダメージを与える必殺アーツ、で、バニシング回復のメインアビリティ。まあ、弱いところは特にないと思います。非常に相手にしてて厄介ですよね。
個人的にね、ドラゴンボール破棄がね、ほんまに鬱陶しい。対面しててめちゃくちゃ思うのが、自分で使ってたら、あ、今破壊したな、ぐらいの感覚なんやけど、対面すると、うわ、破壊されたみたいな、ことになっちゃうんですよね。だからこれはほんまに、まあ使う人によっちゃだいぶ強いキャラクターだとは思うんですけど、やっぱパーティーがね、若干少ないかな。もうちょい強大な敵とか悪の系譜が強くなるとさらに輝くキャラクターだと思います。で、一段下に降りて、ゴジータ4、ベジットブルー、リミテッドブロリー、身勝手という形になってます。まあ、どうしてこうなった3周年の目玉キャラクターゴジータ4っていう感じなんやけど、個人的には Z の力はあると思います。それだけ強いとは思うんやけど、なんかね、この4体より上、なんか対面して怖さっていうのがあんまり感じないんですよね、ゴジータ。なんでなんやろ。火力もそこそこあるし、耐久もそこそこあるし、特殊カワチェンもあるし、不死身無効の救急加圧もあるし、必殺圧後好きないし、強いところは多いんやけどな。なんか器用貧乏になってんのかな、今の環境だと。何かに特化してればもっと強かったのかなとは思うんですが、それでも Z なんで、今の環境ほんまに強いキャラクターだとは思います。で、ベジットブルーとリミテッドブロリー、まあこの2体に関してはまあ入るパーティーが結構強いっていうのが大きいよね。スーパーサイジンパーティー強いでしょ、今の環境で。未来パーティーも強いでしょ、今の環境で。わりかし刺さるんですよね、やっぱりベジットブルー。赤腕ご飯とか多いんで、まあ、安定して打撃圧を引っ張ってきてコンボを重ねることができるっていうのは今の環境需要があるし、交代禁止の必殺圧もあるんで、まだまだ強いね。でリミテッドブロリーも対面した時の怖さがすごいんですよね。ほんまに怖い。プレイヤーの問題かもしれんけど、マジで怖いですね。どっからその火力出てんだっていう感じはするんやけど、まあ入るパーティーが若干少ないっていう点で、まあちょっと下ろしたっていう感じかな。で、身勝手もやっぱりユニークゲージっていう、まあ、このキャラクター唯一の長所があるんで、まだまだ Z ランクでは通用するかなと思います。まあ受けもできるし、攻めの起点にもできるユニークゲージなんで、時間稼ぎとかね。まあだから、まあ大体入るパーティー、髪の毛パーティーだと思うんやけど、復活ブルー悟空の時間を稼いだりとか、範囲特殊も持ってたりとかね。まあだから、だいぶ強いキャラクターだとは思います。身勝手の極みがすごい楽しみですよね。ユニークゲージとかどうなんのかな。ということで、Z ランクでした。まあ、そうね、多分いろんな意見があると思います。コメント欄とかで。まあ、どんどん書いていってください。このキャラクターはもうちょい上なんじゃないかとか、このキャラクターはもうちょい下なんじゃないかとか、そういうのをどんどん書いていっていただければ嬉しいかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。